センターコンソールの LED の取り付けなんですが、全然光らないなと思ったら、このようにですね、見事にハンダが浮いてました。浮いてるというか取れてました。これじゃつきませんよね。もうこれで電源がつかないので、たったこれだけのことで1時間以上時間費やしてしまいました。とりあえずハンダを付け直して再度チェックしてみたいと思います。はい、それではまずクリスタルのスタートボタンの交換ですね。シフトの方はですね、もうすでに交換済みなので、またいずれですね、チャンスがあったらまた動画にしたいと思いますが、申し訳ございません。とりあえずスタートボタンいきたいと思います。今使ってるのがこれケミカルプーラーって言って封印外すやつですね。実際はこんなものじゃ封印外れないんですけど、それが余ったのがあったので、それを使ってスタートボタンを外してます。あれマイナスドライバーでこじって開けるとやっぱりプラスチックの部分が、傷つきますので、なんか両面テープだとかそういうもので、がっちり固定して上に抜き上げる方が安全だと思います。ケミカルプーラーがあれば一番なんですけど、ただこれのために何千円も使うのはもったいないかなと思うんで、その辺はもしご自身でされる方はいろいろ考えてみてください。続いてクリスタルパッドの交換なんですが、すいません、これ夢中になってたら動画撮り忘れてました。このようにですねクリスタルパッドを取り付けるんですが、ただこれ1点ですね注意が必要で、多分センサーのですね感度が悪くなる可能性があります。もしその辺気になる方はですね、ここのパッドはあまり交換されない方がいいのかもしれません。はい、続きまして、アンビエントライトのサドルライトの交換ですね。もうすでにバラしたところからスタートしてるんですが、もしですねバラし方が気になる方はこちらの方からですね、右上の矢印のところからリンク貼ってますので、そこから飛んでみてください。本来はここまでバラす必要ないかもしれません。というのは今回もですね説明書は一切入ってなくて、電源の取り出し場所それすらも説明がなかったんですね。一応カプラーオンカプラーになっているので、どこかのカプラーから分岐してつけるんだろうなっていうことは分かってたんですが、なるべく最小限でバラそうとは思ってたんですけども、このセンターコンソール周りを全部バラしてもですね、どこにも同じカプラーがなくて、で結果ですね海外の方の YouTube で上げてる方がいたので、それを見つけて、ようやく、運転席の下のですねフットランプ、ここから分岐して電源を取るということが分かりました。ペラ1枚でもいいので説明書書いて置いといてくれればすごいありがたいんですけど、日本で動画にて説明されてる方はまだ少ないみたいなので、あえてこういうふうに電源取り出し方動画にしましたので、もしよかったらですね、参考にしてみてください。もう本当これだけなのですごく簡単です。はい、一応ですね配線終わりましたので、今から組んでいくんですが、割とですねセンターコンソールの中はスペースがあるので、要確認はしなければいけないとは思うんですけども、割とですね大雑把に配線を通しても干渉するところは少ないと思います。インターフェースをつける場合も同じようにこんだけ、バラす必要があるので、アンビエントライトとは別にですね、もし、地デジチューナーとかそのあたり、インターフェースを接続する場合はこのようにバラしていってヘッドユニットをバラすので、そのあたりもよかったらぜひ参考にしてみてください。で G20 系はですね本当バラすとかは割と F 系に比べて多くなったとは思うんですが、でもやはりですね、純正に戻すときとか、もちろんバラすときもですね非常に簡単にパチッと戻ってくれますので、割とですね作業しやすい車じゃないかなと思いますね。
ドリンクホルダーのところはですね、ドリンクホルダーのカバーをはぐってもらったらビス2発で止まってますので、それを確実に外して取るときは取ってください。あと一つ注意点があるんですけども、通常ですね、こういう作業をするときにはバッテリーを外しましょうというのが、いわゆる定番なんですが、特にこの BMW のこの G20 系に関してはなるべくバッテリーを外さずに、ドアを全開にした後スリープモードに入ってから作業するようにしてください。というのもですね、バッテリー外すとトラブルというかチェックランプがつく可能性がかなり大きいです。でなかなかですね、個人でした場合チェックランプ消すことが多分なかなか難しいと思いますし、診断機を持っていればいいんですけども、もしかしたらディーラーに行かなきゃいけないことになってもしまいますので、この辺りするのはですねそんなに難しくないので、できたらバッテリーを外さずに作業するようにしましょう。はい、最後にですね、サドルライトサイドのパネルの取り付けなんですが、実はですね今このように、取り付けしてますが、この時点まではですねつくもんだと思ってました。ところがですねどうやってもつかないんですよ。ちょっとこの商品に関してはお客様のちょっと持ち込み商品だったので、そのまま信じて取り付けはしてたんですが、どうやら見てみるとですね年式違いというか、今この取り付けてる車は22年モデルの車なんですね。でこのパネルがどうやら去年までのモデルのパーツみたいなんですよ。で今純正パーツをはめてみたんですが、もちろん簡単につきますよね。でもう一度このようにつけてみるんですが、やっぱりですね爪の差し込む位置も違うし、長さも違う、厚みも違うんですよ。で奥に差し込めば入るのかなと思ったんですが、よくよくこのようにですね比べてみるとこれ違う、どう見ても違うんですよ。で長さが違うのがもう決定的ですよね。でこの後削ってですね入るかどうかいろいろやってみたんですが、もう圧倒的にやっぱり長さが違うので、後ろが細いところがあるんですが、そこがつっかいてもう下に下がらない、いわゆるパネルがはまらない状態なんですね。これはもうちょっと無理だということになりました。で一応外してこのように純正と社外品のですね、爪の位置確認してみたんですが、全然違いますね。すごいかっこいいんですけどね、違うんですよ。もうすごいがっかりですね。つけたかったのに、つけてライトがつくとこ見たかったんですよね、本当に。一応参考までにこのように、仮つなぎしたんですが、オレンジ色に光ってるでしょう。本来はこのようにブルーに光ったりですね、またはこのように紫にしたり、iDrive で色のコントロールもできるので、純正と全く同じ色で光るんですね。取り付けられずに本当に残念でした。